私たちが読みたいのは、その何気ないこと、ね、ガイドブックの中には書いてない何気ないでも美しい風景。そういうことが読者にとったら面白いことなんです。ペンネームはるさん、30代の女性からいただいたお悩みです。現在オーストラリア人の主人とアデレード、そしてシドニーに住んで4年目です。主人にお願いし、日本へは年に2回ほど帰省させてもらっていますが、オーストラリアへ戻るたびに家族、友人、そして慣れ親しんだ故郷を離れることがとても辛く、寂しく、涙が止まりません。日本に帰りたいと私が嘆くたびに、主人は苛立ち、そして悲しみます。そして主人とは日本に住むことをよく話し合います。貯金をして将来、主人とまだ見ぬ子供とで日本に住むという目標で、今を何とかやり過ごしておりますが、正直日々悲しくて精一杯です。アデレードには3年住んでおりました。語学学校やバイト先で知り合った友人、そして主人の家族とよく会っていました。シドニーに越して半年ですが、仲良くさせてもらっている日本人の友人が一人います。交友関係を広げたいというパワーも今はなかなか出てきません。原因不明の頭痛、めまいに苦しみ、お医者さんにも通いました。精神的にとても弱くなってしまい、人と話すことすら気が向きません。急に悲しくなり、タガが外れたように泣きじゃくることもあります。数年前までは好奇心旺盛でエネルギーが有り余っていたのに、いつからこんなに弱気になってしまったのか。強く前向きに日々をここオーストラリアで送るためのアドバイスをいただけましたら幸いです。追記にはなりますが、大愚先生のお言葉を YouTube にて拝見してから6年に及ぶ過食嘔吐を今は止めることができております。言葉では言い表せないぐらい、とても感謝しております。ありがとうございます。そしてこれからもお世話になります。長くなりましたが、大愚先生のますますのご活躍、心より応援いたしております。仏教には四大聖地と言われる4つの仏教徒が大切にしたい場所があります。すべてインド、そして現在のインドのネパールというところにもまたぐところに一部あるんですが、四大聖地、ルンビニ、ブッダガヤ、サールナート、クシナガラという4つの場所。これは私たち仏教徒にとってね、死ぬ前に一度は訪れたいという場所なんです。実際私もインドに何度か行ってるんですけれども、最後にインドに行ったのは、私の師匠がですね、住職を引退して私に住職を譲るときに、お釈迦様の聖地にまた行きたいということで、師匠を連れて、もう80を超えた師匠を連れてですね、またこの今のですね、ルンビニ、ブッダガヤ、そしてサールナート、クシナガラという4つの聖地を1週間ぐらいかけてね、巡ってきたんですけれども、このルンビニというのはお釈迦様の生まれた場所、ブッダガヤというのはお釈迦様がお悟りを開かれた場所、サールナートというのはお釈迦様が悟りを開いた後初めて、その教えというものを元修行仲間に伝えた場所、そしてクシナガラというのはお釈迦様が亡くなった場所。要するにこの四大聖地というのはお釈迦様のその人生の節目、この節目の場所ですね。この4つの節目となる場所をもって四大聖地というわけなんですけれど、
私今この春さんのお悩みを読んでいて、とても懐かしく思い出したことがあります。それは何かというと、私が初めて海外に出かけていったのはオーストラリアだったんです。で、しかもシドニー、そしてアデレード、ここが初めての海外旅行、海外への旅のポイントとなる場所でした。で、以前もこの一問一答でそんな話したことあるかもしれませんけれど、私が初めてオーストラリアへ行ったのは旅行ではありません。人生に迷い、自分を探す旅、今でいう自分探しの旅みたいなもんです。というよりももう18歳の時だったんですけれど、将来に悩んで、将来自分はどうやって生きていったらいいんだということで迷いに迷って、日本を飛び出して苦し紛れに行ったのがオーストラリアだったんです。はじめはシドニーに行き、そしてそこからヒッチハイクをしながらアデレードに行き、で最後タスマニアに行って、メルボルンからタスマニアに船で渡って、そして最終的に日本に戻ってきたんです。だからとてもね、この今懐かしく思い出して、春さんのアデレードからシドニーに行かれたっていうのを、その時の自分が行った時のこの当時の風景っていうものと、シドニーの様子とかね、アデレードの様子っていうのを思い浮かべながら、今このお手紙を読んでたんですけれども、春さんの問題は何かというと、オーストラリアか日本かではないっていうこと。そう思い込んでるのが問題。最終的に日本に移り住む、オーストラリアでずっとそのままいる。それはどっちでもいいんです。でも、オーストラリア、日本っていう、この対立をやめていただきたい。春さんにとってはね、両方、聖地ですよ。ご主人、オーストラリア人のご主人とは、好きで一緒になったわけですよね。無理やりオーストラリアに連れて行かれたわけではないですよね。自分でオーストラリア人のご主人と一緒になると決めて、そしてオーストラリアの地に渡ったわけですよね。もちろん、慣れ親しんだ日本というところを離れて、言葉もあまり通じない、文化も習慣も違う、食べ物も違いますよね。そういう地に移り住んで、でも離れてみると、陶器にあって思う日本というのは、改めて懐かしい。改めて住みやすい。4年であればまだというより、何度も向こうに慣れたかなと思い、でもっていう複雑な気持ちがあると思います。逆に日本にいる友達は、いいな、オーストラリアに行ってと思ってる人もいると思うんです。でも実際、これは、そっちの日本を離れて住むと決めて出て行ってしばらく経った人、あるいは年齢を重ねれば重ねるほど、やはり自分の生まれた場所っていうのは懐かしく思うということで、実はこの一問一答にもですね、海外にいて、日本を懐かしく思い、海外にいて日本人としてのこの故郷を思う気持ちというのがだんだん年を重ねるごとに膨れ上がってくる人たちから、やっぱり同じようなね、お悩み、苦しさっていうのを、この一問一答にもいただくんですけど、でも、その方々、ひっくるめて、ぜひ聞いていらっしゃったらお伝えしたいのは、オーストラリアか日本かではないんです。両方がご縁があって、自分が人生の節目として縁あって赴いた聖地なんです。お釈迦様にとってルンビニというところで生まれ、そしてブッダガヤというところで悟りを開き、キシナガラというところにで初めて説法を説き、そして
最後ね、自分の生まれた故郷とはずっと離れた櫛ながらというところで亡くなった。お釈迦さんは生まれた故郷に帰らなかったんです。でも全部それはお釈迦様にとっての意味のある行事。今みたいに飛行機でひとっ飛び数時間でオーストラリア行けれるっていう、そういう時代じゃないわけですね。何百キロというところを歩いてお釈迦様は生涯旅をなさって、そして教えを説かれたので、パッと故郷に帰れるってことはなかった時代なんですね。でも結果としてお亡くなりになる時には振り返ってみれば、それらは全てお釈迦様の人生にとっての大切な節目であり、全てが聖地である。ということで、春さんに処方箋を出したいと思います。私が提案できる処方箋は、将来において日本に帰ってらっしゃるかもしれませんけれども、だとすればなおさらこのオーストラリアの一つの、自分にとってのね、転機、要するに節目、この聖地、これを聖地と捉えて、ぜひね、ブログを書いてください。ブログを書いてほしい。私からの個人的なお願いとしてブログを書いていただきたい。遠きに離れて思う日本、改めて外から眺めてみて見る日本、日本の良きところ、ひょっとしたら日本の良くないところ、これはね、外に出た人しかわからないんですよ。外から見た日本の良さ、外から見た日本人の課題、逆にオーストラリアの今のその場所にいて思うこと、オーストラリアの文化、オーストラリアでの苦労、オーストラリアでの美しい風景、ご主人との葛藤、生活の苦労、お子さん生まれたら子供を育てることの苦労、いろんなことが多分あると思うんですよ。で、これらはね、全部実はブログでもしそういうことをお書きになられ始めたら読みたい人たくさんいるんです。別に上手にブログを書く必要もないし、特別なことを書く必要ないんです。なぜ？特別なことはもうすでにオーストラリアって観光地で人気のある観光スポットですから、ガイドブックとかテレビとかでインターネットとかでもどんどん発信されてるわけですよ。だからね、特別なことはいらないんです。私たちが読みたいのはその何気ないこと、ね、ガイドブックの中には書いてない何気ないでも美しい風景で、そういうことが読者にとったら面白いことなんです。だから気負って特別なことを書く必要はありません。何気なく携帯で撮った、スマホで撮った写真、それをアップして、今日こんなことがあった、オーストラリアこんなところ面白いところがある、そういったことをね、ぜひ発信してほしいんです。世の中にどんだけそれを読みたい人がいるかは分かりませんけど、少なくとも私は読みたい。で、もしそれをブログをお書きになり始めたら、そのブログのアドレスっていうんですか、それをぜひまたメールで送ってください、事務局に。で、それ読みますから、読みたいですから。結論として、ぜひね、春さんには、なかなかみんなが体験できることじゃないですよ。オーストラリアっていう国に縁あって住むということ。旅行に行くことはできますけど、住むってことはなかなかできない。この類いまれな体験というものをぜひね、その日常に起きる様々なことを、何気ないことをブログで発信していただきたい。で、そこで自分にとっては聖地ですよ。そうでしょ。好きな人と結婚して、その人がたまたまオーストラリア人でオーストラリアに住むことになったって、それ聖地ですよ。春さんにとっての人生の欠かせない1ページですよ。ね。で、この節目、このページにおいて自分が体験すること、その寂しさも含めて、ね、書いてて、日本寂しいよっていいんです。でも、そのブログを発信する何気ないことに必ず興味を持って見てくださる人っていうのは出てくるはずです。私みたいですもん、すでに。でね、ぜひ、オーストラリアか日本かではなくて、縁あって出かけたオーストラリアと日本をつなぐ一本の架け橋に、そのブログがなったらいいなと思うんです。春さんがオーストラリアと日本を結ぶ一つの
架け橋になっていただきたいんです。そんな大それたことじゃなく、何気ない日常をブログで書いていただきたいんです。私はそれが読みたい。ね、ひょっとしたら、わかりません。たった一人の読者かもしれないけど、必ず私は読みます。約束します。だからどうか、オーストラリアでのそのブログを書いていただきたい。きっとそんな中でね、寂しさというものが紛れていくこともありましょうし、また、オーストラリアの何気ない魅力というものを、ハルさん自身がより深く知ることができるかもしれない。でもきっとそんなブログは、私以外にも読みたい人っていうのは増えてくるはずです。いつかね、そのブログを読んで、私もね、オーストラリアまた行ってみたいなと思ったら、オーストラリアに行こうと思ってます。私も大親友がオーストラリアにいますから、オーストラリア人ですけれども、近い将来また行こうと思ってます。でまたそんなブログを通じてね、オーストラリアでまたハルさんにお目にかかることができたらいいなと思いながら、今、この、お手紙を読んでいました。ということで、この寂しさっていうのはやっぱりね、遠く離れた、日本から遠く離れたものでないとわからないと思いますけど、普段いつもじゃないと思うんです。時々ね、なんかキューッとこう胸が締め付けられるような苦しさとか寂しさに襲われるっていう感覚だと想像します。私もそんな思いあります。なので、なんかわかる気がするんです。でもそんな時にはぜひね、日本というところへ遠きにいてそれを思う。日本とオーストラリアを精神的にハルさんが架け橋としてつないでいく。そんなブログをぜひ書いて発信してみてください。必ずそれをご家族とか友達も読まれるでしょうし、私も必ずそれを読ませていただきます。ということをお約束させていただいて、ハルさんへの私からのエールとしたいと思います。頑張りましょう。応援してます。